はい、皆さんこんにちは。アロマンチャンネルの高弘です。いや、皆さんお久しぶりです。皆さんにね、こうやって挨拶するのは確か新年早々のライブ配信以来やと思うんで、約2週間ぶりですね。いやー、もう僕は新年早々大変でしたよ。先週がですね、吹き抜けができるまでの一部始終をね、総集編形式で皆さんにね、お届けしたんですけど、その総集編がですね、途中僕がインフルにかかるわ、あとはもうシンプルに編集に手こずるわで、大方ね、3週間ぐらいかかったんちゃうかな。大変でした。ということで、今週からようやく2026年アロマンチャンネル古民家再生再始動いたします。で、総集編の最後にもね、言った通り、今年はですね、なんとしても2階をね、完成させたいと思ってます。現在2階このようにですね、上のね、梁塗装は終わって、はめ板張りも終わって、ここ吹き抜けもできて、階段もここできて、残すところですね、こっち、奥の寝室ね、それとさらに向こう奥の寝室のウォークインクローゼットと、ここの収納庫、と僕が今立ってるここ廊下ですね。廊下と最後奥向こう趣味部屋が残ってるような感じです。もう2階はすでにね、あらかたもう形にはなってきてるんで、ここから本格的にね、内装作業にもかかっていけると思いますし、どんどんね、見応えも出てくるんちゃうかなと思ってます。さて、今週はですね、僕が今立ってるここ廊下にですね、カフェ板を貼りたいと思います。今廊下の床はこんな感じでね、合板が貼られてる状態なんですけど、ここを全てカフェ板張りしたいと。で、以前こっちの廊下の壁、腰板をね、貼った際に、もうね、一列だけ端っこ、カフェ板ね、貼ってるんですよ。これを今回は向こうまでね、延長していきます。ほんまはね、カフェ板張りは全然ね、最後にやってもいいんですけど、今回ね、やりたい理由としては、ここです。これね、吹き抜け部分なんですけど、僕は一刻も早くね、ここにね、手すりをね、つけたいわけですよ。今ね、手すりがない状態なんで、もう今にもおっちゃけてしまいそうな状態ですと。かなり危ないと。で、その手すりは、完成した床材の上に作らなきゃいけないんで、先にカフェ板を張ってしまわないといけないわけですよ。僕自身ね、DIY をするのが久方ぶりで、相当ね、腕がなまってると思うんで、ちょっとずつね、勘を取り戻しながら頑張りたいと思います。ほら、やってくで。よっしゃー。階段あると楽や。よっしゃ。よし。オッケー。よいしょ。カフェ板張りはね、このサネにはめ込んで、止めていくだけなんで、そんなにね、難しくないんですけど、ちょっと唯一、気をつけたいポイントがあるとするならば、このね、小口の年輪の向きを見たら、木裏か木表かっていうのがわかるんですよ。この2枚の板の場合、こっち、この上がね、木表。で、こっちが、この上が木裏なんですよ。で、貼り合わす際、木裏木表が交互にこう来るように貼っていくと、反り防止になるみたいです。それだけちょっと意識してね、貼ってみようかなと思います。
前階段の踏み板を貼り合わせたメガボンドってやつ。ちょっと強力なのかな、普通の木工用ボンドに比べて。よしよし、いいね。やっぱりね、縦板は相当厚みがあるんで、どしっとね、重厚感がありますね。めっちゃいいな。これ全部貼ったらえげつないぞ、やっぱり。ほんなら、だからこの列は、あとは全部、木裏か。木裏を表に貼らなあかんのか。オッケーオッケー。よこ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 。やばい。綺麗な面がほとんどこれ、木表やな。木裏で綺麗な面がほとんどないわ。マジか。まあいいか。もうその辺は今回金銭と貼ります。いいでしょ。しっかりボンドもつけるし、ビスでも止めるから、綺麗ないわ。よし。これいこう。もうこれなんかめっちゃ綺麗もん。これいこう。やっかつを食べろ。しゅんくん、みっちゃん。こわくちゃんはどこ行ったんかね。しゅんくん、まずしゅんくんからあげるわ。おお、丸かじりや。豪快にいっちゃえ。今日は特別一人一本あげるわ。これ好きやねんな。お、豪快にいきますね。はい、最後。最後これ赤身の部分。はい、食べましたね。これちょっと物足りんぐらいがないいよ。この辺で止めといてな。じゃあ割とベッドから降りてこんからここであげます。お
上品に食べてよ。あ、もう早速落としたお上品やな、みゆちゃんの食べ方は。ガブっていっちゃえそう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 、かじらな。そう、ガブってガブって。あ、お上品やねんね、みゆちゃんはね。ほな、手であげよう。はいおおしゅうくんが来たよ。うん、そう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 、みゆちゃんお上品な子なんです。上手やな、上手上手。もう一回ちょっとチャレンジしてみ。そう、そこがちぎんねん。そう、ちぎんねん。髪ちぎるねんしがんどるだけやないか横取りされた。やっぱちぎってあげんとダメやね。レディーなんでね、お上品に食べるんですよ。母ちゃん最後、はい、母ちゃんあ、母ちゃんもお上品な子や。レディーやもんな。母ちゃん、はい、ほら食べ。お皿入れたったわ。母ちゃん待って、私好きちゃうねんな。ハフハフ言わして食うとんだなおやつなんで少量で我慢してくださいね。残ってるけど、もうええのそしたらしゅんくんが最後残飯いただきます残飯いただきますいや、それにしてもね、今回まあまあね、綺麗なハメ板ゲットできたんちゃうかなと思います。まあ一部全然節がね、あるような板とかもあったりするんですけど、それもね、ボコってえぐれたような死に節とかじゃなくて、こう感じのいい節というか、味になるような節なんで、割といい板ゲットできましたね。でもね、やっぱりね、ホームセンターとかに売っている、カフェ板とかって、あまり状態が良くないんですよね。どうしてもね、やっぱり死に節があるのがほとんどなんですよ。なので、今回27枚購入するのに、僕ホームセンター4軒はしごしましたからね。もう積み上げてあるカフェ板全部一回裏表確認して、これは使えるってやつだけそっから引っ張り出して、めちゃくちゃ時間かかって大変やったな。よいしょ。やばいな、マジで綺麗やわ。オッケー。こっちの端の方でまだ一部こう合板を二重張りできないとこがあるんで、二重張りをせる。よし。
階の廊下の床はよくよく考えると合板二重張りしてる上にさらにこの厚み3センチのカフェ板を貼ってるんで、だから根太の上の床材は合計54ミリ54ミリもある。ほんまはねこんなに分厚くする必要ないんですけど、いいわ、安心感があるわ。よっしゃ。しゃっけ。きれい。待って待って待って。危ない危ない危ない。よっしゃ。今回はここまででいいわ。きたー。いけたー。マジでいいわ。最高。やっぱり報いたは最高ですね。この踏み心地マジでいいわ。やっぱうちのねこの廊下は幅があるんで、端から端までカフェ板貼ったらやっぱ圧巻ですね。すごい。で、あとなんかこのカフェ板を貼って足音が響かなくなりましたね。やっぱりこの分厚い3センチの厚みが音を吸収してくれるのかな。うわ、カフェ板マジでいいな。で、まあね、この綺麗なカフェ板の状態で置いておきたいんですけど、今後ね、まだまだ2階での造作が残ってるんで、このね、仕上がったカフェ板傷つけるわけにはいかないんで、一旦は養生して、2階が完成した暁にまた養生灰で塗装して、その時に晴れてね、完成形をまた拝みたいと思います。よし、ということで、早速養生していこう。オッケー。まあ、養生は毎度おなじみのプラダンね。これ以前階段の組み板も養生したやつです。こんな感じで綺麗にあったら結構取れるんじゃない？結局このプラダンがね、削傷の厚みとクッション性があるんで、しっかりね、まあ、汚れとかはもちろんですし、傷からも守ってくれるんですよね。これがいいわけですよ。オッケー。いいんじゃない？これやったら傷つくことないでしょ。はい、ということでまあ今回はですね、2階の廊下にカフェ板を貼っただけなんで、大したね、作業量ではなかったんですけど、でもこうやってカフェ板を貼ったことで、廊下の印象がガラッと変わったんで、なんかすごい進んだ気になりますね。で、このカフェ板ね、最後塗装が残ってるんですけど、塗装はこの養生をね、取ってもいい状態になってから最後しようと思うんで、おそらくね、まだまだ先になると思います。で、まあ塗装の色味はこちらね、腰壁が結構ね、暗い色なので、もうあえてメリハリをつけて、床はね、白木のまんまにするのもありやなって思ったりもしてます。まあ何かクリアのね、塗料を選ぶか、はたまたね、蜜蝋とかもありやなって考えたりもしてます。まあもし何かね、おすすめの塗料があれば、コメントで教えていただけると嬉しいです。いやー、2階もですね、着々と床、壁とね、新しい材に生まれ変わっていっていいですね。とはこんな感じでね、今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。